おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロ戦のディアボロだよ。ディアボロだ。現在開催中のチャレンジイベントではキングクリムゾン VS メタリカ関連のアイテムが入手可能。今回のキングクリムゾンのカラーはその中の一つである殺意のブラック。欲を言えばメタリカ戦のハンドッピオ状態のスキンが欲しかったけど、投資アイテムで別のキャラと誤認しやすくなるようなシルエットになるスキンはゲーム性に影響するのか実装されないのが悲しい。またディアボロの通常入手可能な本体カラーバリエーションにもブラックがあるのだけど、残念なことに入手できたのは今回の動画を撮り終えた後。本体スタンドともにブラックの動画はまたの機会ということで。向こう側でリゾットがジョウスケにやられたな。そしてエリア端で取り逃されていたダービーの資格を回収してレベルマックス。ディアボロは対プレイヤー戦でも強いキャラで比較的チップを奪いに行きやすいが、先に準備を整えて守りに入ってしまえばより強い。ただそういった強さも知れ渡っているので対策してくるプレイヤーも増えてきた。まだ残り人数が何人もいるのにいきなり時止めを使って狙われたなんて場面も何度かあったりする。食らいやがる。おっとホルホースに捕捉されていたか。すでにチップは集まっているがこのまま狙われ続けるのも面倒だし周りに他のプレイヤーもいない。ここは望み通り相手になろう。来るな。ふざけやがって。うまく逃げるな。しかしこちらはダメージを受けていないし有利な状況は変わらない。道中アイテムを集めながらじっくりと距離を詰めていこう。追いかける最中に単調な動きを見せて反撃をもらうのだけは避けたい。貴様の動きは読めるぞ。さて再び追いついたぞ。先ほどよりもシールドは万全だし建物も多い。邪魔が入る前に今度こそ仕留める。そろそろ落とし前をつけるぞ。覚悟してもらおうか。ナランチャもいたのか。ホルホースと同時に攻撃を仕掛けられていたら厄介なことになっていた。横槍が入る前にホルホースを倒しに行って正解だったな。ジャンピエール・ポルナレフ。ディアボロ。まだ狙ってくるプレイヤーもいるようだがもはや無理に戦う必要はなし。ポルナレフ相手も対面では圧倒的にディアボロ有利なので無理に詰めては来られない。さて残り人数を。道中確認できたキャラはジョウスケ、ブチャラティ、ポルナレフ、ナランチャ。それに加えてこの地形、極端な話最後まで待ってエリアが閉じる時にアルティメットを使えばそれで勝てる。考えられる懸念はガードを構えていない時にポルナレフのアルティメットをいきなりぶち込まれたり、ナランチャに爆撃されること。しかしすでに残りのプレイヤー同士でぶつかり合っており、こちらから派手に動かない限り意識される可能性は少ない。ここはいくつかの危険に最大限警戒しながら慎重に動くのが大事だ。よし最終エリアの建物の2階を取った。ここなら向こう側にいるプレイヤーに狙われる危険性は著しく下がるし攻めに来ても迎撃がしやすい。よしポルナレフが倒れて剣心をぶち込まれる心配はもうなくなった。しかし最後まで気を抜いてはいけない。ジョウスケが足場を作っていきなり飛び込んでくる可能性もゼロではない。正面の窓と右側の階段、2つの侵入経路を警戒だ。よし、そこにいるやつ。キングクリムゾン。選別代わりに見せてやったのだ。ボタン間違えた。ただまあいいや、どうせブチャラティが相手の場合エリアが閉じるとき以外に使っても地面に潜って回避されるだけだ。決着はアルティメット抜きでつけよう。少し遊んでやる。お前が地獄の下にいれば、もう何も問題はない。心臓の鼓動が止まったようだな。先にエリア外ダメージを受けたブチャラティがそのまま逃げることも攻めることもできずリタイア。最後は壁に面したエリアだったのでガードしてバニシングが発動しても、壁の方へ移動入力すればエリア外に追い出される心配はない。まあそれ以前にブチャラティの足元の建物に飛び込んで守りを固めながら、アルティメットでエリア外ダメージを無効にしてれば確実に勝てたんだけど、とにかくディアボロは相性のいい相手の種類が多く、弱体化を食らった現在でも勝ち筋が多い強キャラ。それだけに正体がバレたら狙われる危険性が高く常に慎重な立ち回りが要求されるキャラとも言える。それでは次の対戦行ってみよう。続く。上立つの
ディアボロだ。さてダービーの資格が大量にいる位置からスタート。ただし他のプレイヤーも1、2名ほどいたので要警戒だ。始末させてもらうぞ。すでに射程距離に入っている。もらった。早速ブチャラティが攻めてきた。相性的にはディアボロ有利だが向こうは妙に自信ありで詰めてくるな。さては大シールドを拾ったか。はっきりはしないがまだ周囲にダービーの資格が残っているのでそちらが最優先だ。あまり時間をかけすぎても他のプレイヤーに邪魔される可能性もある。おっとブチャラティは諦めて下がっていったな。ダービーの資格を借り終えたら応戦しようと思っていたが仕方ない。アルティメットも解放できたことだしアイテム集めといくか。お、次の安全エリアの範囲外である館にまだ誰かいるぞ。で入り口が限られるので待ち伏せすれば有利だ。敵はすでに来ていたのか。絶対に逃がさん。相手はドアを通らなくても壁を抜けられるブチャラティだったか。普通のキャラ相手なら圧倒的有利な状況だったがそうもいかなかったな。そのまま帰った方がいい。さあ、来るが。後ろの方から別の気配がする。時間をかけすぎて他のプレイヤーまで来てしまっていたか。もう少し時間があればブチャラティに知名度を与えられたのだが仕方がない。一応アルティメットは解放できているしブチャラティは最優先で狙うべき相手でもないし、ここは体力を温存していこう。とりあえずだ。このキングクリムゾンから切り抜けやがった。だがこのままで済ませるわけにはいかない。ところで2戦目のスタンドカラーは通常入手可能なブルー。というのも、今回のチャレンジイベント発表前にはすでにディアボロ視点を1本分取り終えていたため、なので1戦目をブラック入手を取ったものに差し替えこの2戦目はそのまま編集しているよ。さて今度の最終エリアは大通りか。今度は建物にこもってアルティメットで逃げ切るというわけにはいかない。どう戦っていくか考えないとな。さて残り人数は7。ここから確認できるキャラはブチャラティ、ミスター、ジョルノ。5部の最終メンバーだらけだな。最終エリアは大通りなのでジョルノは無理に倒しに行かなくていい。厄介なのは車線が通りやすいミスタだな。今すぐ倒す必要はないが一方的に狙われ続けてはいくらディアボロでも完全にしのぎきれるとは限らない。接近しながらプレッシャーをかけてポジション取りができないようにし、他のプレイヤーとぶつかるよう仕向けたい。俺はもう知らぬぞ。奥安に追い詰められた丈太郎がたまらず時止めを使ったので便乗して挟み撃ち。これで私はレベルマックス、厄介な奥安はリタイアしたし丈太郎は手負いで時止めなしという美味しすぎる状況。これで残るは対面で有利なキャラだらけだ。近寄らせないようにだけして確実に仕留められる状況になるまで待つ。来いよ、ジョルノ・ジョバーナ。すごく嫌だ。このまま逃がすわけにはいかない。褒めてやる。お前の的確で俊敏な判断力を攻撃した。お前は死ぬことだ。射程内に入った。行くぞ。読める動きの奇跡。キングクリムゾンの余地の上を行くことは絶対にない。くぐり抜けることもない。相性の悪いキャラたちには先にリタイアしてもらい、残った2人に一気に攻勢をかけて勝利。ディアボロの危機回避能力の高さは屋内なら屋内、屋外なら屋外の強みがある。その強みを発揮するためには時には身を潜め、時には大胆に攻めて有利なポジションを確保することが重要となってくる。まだまだバニシングの使い方など難しい要素が多いが、熟練度が上がればもっとディアボロの進化を発揮できそうだ。それではご視聴ありがとうございました。